どうも KT です。今年も私の故郷福岡に帰ってきました。今回はラーメン大国福岡県が誇る濃厚豚骨ラーメン5選をご紹介します。皆さんせっかく福岡に来たら濃いラーメン食べたいですよね。今回紹介するのはまさに豚骨のスペシャリスト、豚骨一筋の名店ばかり。本場の豚骨ラーメンをたっぷりとご堪能ください。まず最初に訪れたのは立高野倉が大迫力の粕谷郡締め町を通る県道68号線。この辺りは屋号に龍の文字がつく名店が集まることから通称ドラゴンロードと呼ばれる福岡県屈指のラーメンストリート。今から紹介するのはこちらで昭和47年に創業したドラゴンロードの代表的な老舗の名店です。入店しました。ただいま午後3時、アイドルタイムにもかかわらず満席。すごい人気ですね。メニューはもちろん豚骨ラーメン。ラーメンの他にチャーハン、餃子、唐揚げなどもあり、アルコールの種類も豊富。麺の硬さは大将おすすめの肩でお願いしました。ラーメンが来ました。こちらはお店で一番贅沢なラーメン、煮卵入りのチャーシュー麺です。げんこつや豚刀を扱いが難しいと言われている羽釜でじっくりと炊き出した特濃スープ。うまみを継ぎ足し継ぎ足し育てていく伝統の呼び戻し製法で、濃度はマックス。濃厚でコクが深くまろやか、熟成感も最高です。熟成といってもよく言う獣臭とは違うんですよね。発酵のいい香りがします。ラードや背脂を使っていないのでこってり濃厚だけどくどくないんですよ。これはたまりませんね。そしてこのバラチャーシュー、箸で持つだけで崩れそうなくらいトロトロです。チャーシューうまい、トロトロ。煮卵も半熟トロトロ。麺は栄養価の高い銀麦を使用した自家製麺。極細の低下水でコシがあって美味しいですね。小麦の香りが最高です。うまい、濃厚。うわー、おい。替え玉もいただきました。替え玉と一緒にラーメンの返しがもらえます。この返しが異常に美味しいんですよ。あまりに美味しいので返しだけでいただきます。こっちいただきます。はい。うまい。麺がうまい。替え玉には卓上の紅生姜と高菜、白ごまとニンニクも全部入れて味変しました。特濃スープにパンチが加わってこれはまた最高です。天龍さんはお得なセットメニューが豊富にあるので、中でも圧倒的人気の黄金セットも注文してみました。セットの内容はラーメンと一口餃子、半チャーハン。半チャーハンとはいえ結構ボリュームがあります。餃子は皮がもちもち、あんはお肉たっぷり、ほぼお肉ですね。ジューシーで最高に美味しいです。あ、うまい餃子。天龍さんはチャーハンも最高なんですよ。しっとり系なのにふわっと軽く、チャーシューとかまぼこもたっぷり。ラーメンの返しが効いていてかなり中毒性が高いです。うわー、うまい。お肉がこんなだよ。お肉だらけです。うわ、中掘れば掘るほどお肉しかない。うまい。一人の中にすごいなこれ。ごちそうさまでした。次に訪れたのは福岡市博多区、平成4年創業、博多ラーメンの本場にあえて殴り込み、堅くなにグルメラーメン一筋を貫く博多で圧倒的な存在感を放つ名店です。ずるずるとだらしがないことを言う福岡でも筑後地方の方言で、久留米生まれの大将には馴染み深い言葉。真似してきてる店が今ズンって言いますけども、ズンダレっていう方言なんです。ズンじゃダメなんです。わかりました。ずんだりとりあんた。そのズンダレ、思い出の言葉をね、ズンじゃないんです。
大将のずんだれ節が聞きたい方はアイドルタイムがおすすめ。 100% の確率で聞くことができます。ずんだれとは柔らかく茹でた麺のことで、麺の硬さは選べませんのでご注意ください。はいはい、こっちです。ごめんなさい。はい、ラーメンです。ありがとうございます。はい、両方ずんだれです。ラーメンが来ました。こちらも発酵されたいい香りがします。まさにど豚骨。スープは乳化して透明感は全くありません。骨密度マックス、超重量級スープです。うわチャーシュー麺は大きなチャーシューが8枚、トッピングは別皿で提供されました。これが熱々なんですよ。黄身は半熟トロトロです。スープに使うのは豚刀と背脂のみ。巨大な鉄の大釜で24時間つきっきりで炊き上げます。スープがサラダスの薄いカルシウムです。これが豚骨です。濃厚でコクが深く旨味が強いですね。創業以来継ぎ足し継ぎ足し熟成された骨髄の旨味最強。最高に美味しいです。福岡でずんだれを推奨しているお店はここ以外聞いたことはありませんが、こちらでぜひ食べてみてください。やっぱりいい麺じゃないとこうはならないと思うんですよ。スルッと滑らかな食感がたまりません。最高に美味しいです。餃子とご飯で390円というお得なセットもあったので注文してみました。餃子はお肉たっぷり、ご飯には辛味噌がついているんですけど、この辛味噌が美味しいんですよ。ですがこちらをラーメンに入れると怒られますのでご注意ください。辛味噌うまい。辛いけどウニ感がある。ウニみたいなウニの味がする。最初なんかちょっとほんのりウニを思わせるような。結構言われますよ。言われます。やっぱり言われます。これマヨネーズで和えたらですね、ウニみたいに綺麗なオレンジになります。最初大体100ぐらいですかね。110ぐらいですかね。そうです。替え玉もいただきました。替え玉はなんと肩普通オーダーも OK ということだったので普通をお願いしてみました。違うでしょ。粉臭いでしょ。麺も生き物なんです。命を入れ込んであげないとダメなんです。最後にもう一品。こちらはメニューの裏面に文字通り裏メニューがあるんですよ。混ぜてこのままですね、半分ぐらい食べてニンニク入れても美味しいです。デザートです。わかりました。これがずんだれの麺です。こちらは麺とラーメンの返しだけだそうです。確かにこうなると麺の美味しさがよくわかります。小麦の香り、風味がたまりません。うま美味しい。僕はこれ普通のラーメン屋です。当たり前のことをしてるだけです。こだわりも何もありません。ずるいラーメンが多いだけでしょ。僕は普通に自分の美味しいラーメン出してるだけです。なんで自分のラーメンに命かけてますから。何かのラーメンのずんだれでおっしゃってください。次のお店があるのは福岡県福津市。宮地嶽神社から海へと続くこの美しい光の道など、観光客に人気の自然豊かなこの場所で全国のラーメンマニアたちがこぞって遠征する豚骨ラーメンでは外せない熟成豚骨の名店。注文は卓上のタッチパネルで行います。この時点で麺の硬さも選べます。ちなみに今回は肩で注文しました。ランチの時間帯はお得なセットメニューもあります。地元の食材を使った料理や福津の名店と共同開発した餃子など、地元愛あふれるお品書きが嬉しいですよね。某名店秘伝のレシピということで頼んでみました。ゴロゴロっとじゃがいもの食感を残すタイプのポテサラ、粒マスタードが効いていて美味しいです。こちらは投資営業でランチが終わると居酒屋利用もできるので、アルコールやおつまみの種類も豊富にあります。ラーメンは基本的にこってりとあっさり味の2種類。今回こちら熟成豚骨のこってりにしてみました。うまい。豚刀 100% のスープにげんこつを追い骨してさらに炊き込み、じっくり寝かせて熟成。コクが深くまろやか、熟成感もあるのに癖がなく最高に美味しいです。
麺は低加水の細麺。歯切れの良さと小麦の風味がたまりません。替え玉を注文する前にお店の中央にあるセルフコーナーで紅生姜と高菜をいただきました。替え玉の麺の硬さは普通で注文しました。卓上の替え玉用のタレと白ごま、紅生姜と高菜も全部入れてしまいましょう。替え玉うまい。こちらのお店では期間限定のラーメンも人気。今の時期は塩豚骨、秘伝の塩だれと白ごまが味の決め手。こってりクリーミー、コクがあってこちらも美味しいですね。うわうまい。限定の麺は加水率の高い中太ストレート。小麦の香りともちっとした食感がたまりません。焼き飯も頼んでみました。焼き飯はパラパラ、チャーシューと卵もたっぷり、玉ねぎも入ったシンプルな焼き飯。ネギとパラパラうまい。ありがとうございます。どうも。続いて訪れたのは豚骨ラーメン発祥の地、福岡県久留米市。数ある名店の中でも今回は創業昭和33年、県内外から圧倒的な支持を集める超有名店を紹介します。大きな幹線道路沿いの名店、通称国道系の草分けであり、ドライブイン型飲食店の先駆けとしても知られている伝説的ラーメン店。九州の大動脈と言われる国道3号線。昼夜働くドライバーさんたちのためにコロナ前は24時間営業でした。店名の丸と星というのもこの辺りに由来しているようです。入店したらまず入り口に設置されている券売機で食券を買います。メニューは非常にシンプル。ラーメンとご飯物、それにおでん。ドライバーさんの安全を気遣ってアルコールは扱っていません。おでんは1個120円。安いですよね。ただいま朝の9時ですが、店内はすごいにぎわい、ほぼ満席です。昭和レトロな雰囲気が最高なんですよね。ラーメンが来ました。食券を渡す時に麺の硬さを聞かれるので、その際油多めと伝えると油増しになります。こちらが油多め、こちらが油普通です。比べてみると結構違いますよね。これうますぎる。大量の豚骨を使っていると思われる濃厚スープ。昭和33年の創業当時から継ぎ足し炊き続けているそうです。コクがあって深い味わい、濃厚な豚骨の風味がたまりません。この価格でこの濃度には本当に驚かされます。おでんは卵と厚揚げ、中に餃子が丸々1個入った餃子天をいただきました。どれも優しい出汁の風味がたまりません。柏おにぎりも美味しいです。そしてもう一つ、丸星さんで楽しみなのがこちら。お店中央のセルフコーナーにあるおかみさんお手製のお惣菜。毎日早朝から真心を込めて作ってくださるこちらのお惣菜がなんと無料でいただけるんですよ。どれも家庭的で優しい味付け、最高に美味しいです。スープを飲み終えた丼には相当煮込まないと出ないと言われている粉状になった豚骨がこんなに。そして祈る交通安全の文字、働くドライバーさんたちへの思いが込められています。残念ながらこの日おかみさんはお休みだったのですが、3代目がおかみさんのお話を聞かせてくださいました。一皿50円でおかわり自由にしようという意見が出たそうですが、お金を取るならもうやめると言われてしまったそうです。私の楽しみは取らんで。すごい。今おかみさんなんですけど、一番初めのお母さんの手出しにしちゃったりするんで、それ無理せんでいいよって言っても、経費からちゃんと助けにしながら、
続いて訪れたのは福岡県北九州市。創業は昭和21年。濃厚豚骨では外せないレジェンド、福岡を代表する老舗の名店です。入店したらまず入り口に設置されている券売機で食券を購入します。ラーメンの他に唐揚げやカレーライスなども人気があります。ラーメンは基本的にサブロク、28、10割と泥ラーメンの4種類。10割、28というとそば粉の割合みたいですが、こちらでは豚骨スープと鶏ガラスープの割合のことを言います。こちらがサブロクの味玉ラーメンになります。ドロドロラーメンが来ました。こちらは1日限定20食。ここ本店でしかいただけません。使用するのは厳選された国産げんこつのみ。巨大な圧力鍋で10時間以上炊き上げる泥ラーメンのスープに、さらに追い骨をした魚卵亭史上最強濃度のスープ。骨のエキスを極限まで抽出しています。うわー、濃厚。豚骨の旨味凝縮。濃厚でコクが深く、雑味は一切ありません。クリーミーを超えてます。うわ、美味しい。麺は中太か細麺から選択できますが、泥ラーメンは中太の型で提供されます。もっちりとしたコシのある麺がスープと絡みます。これはたまりません。チャーシューはこの大きさ。分厚くて巨大なバラチャーシューが2枚も乗っています。チャーシューも美味しい。チャーシューの他にはキクラゲとネギもたっぷり。それにこのメンマが異常に美味しくて驚きました。煮卵にも素材の良さを感じます。こちらが基本のげんこつ 100% のスープと鶏チンタンスープ5割のラーメン。泥ラーメンとは打って変わって、こちらは透明感がありサラッとしています。美味しい。こっちも美味しい。比べてみるとこんな感じ。とても同じラーメン店のスープとは思えない濃度の振り幅です。こちらのラーメンは麺の太さ、硬さを選べます。こちらは細麺、肩でお願いしました。うまい。決してあっさりではないよ。こちらでも濃いです。泥に比べるとあっさりというね。チャーハンはシンプル。チャーシューと卵、長ネギと玉ねぎも入っています。焼き飯うまい。うわー、うまい。結構しっとりです。なんとこの後、巨大釜が大迫力のスープ室を見せていただきました。先代の頃から魚卵亭の味を守り続けている、スープを統括する専任の職人さんにお会いできました。すごい釜ですね。これがあと出来上がりで、あと1時間半ぐらい煮込むんですが、全部で何時間かかるんですか、これ。大体8時間ぐらい。そうなんですね。はい、泥は10時間以上早朝から仕込んで、やっと今日10時間以上で100杯しか取れないです。そうなんですね。そこまでもう凝縮していくってことですね。これが炊き始めですね。うわー、本当だ。ここからどんどんあとまあ1時間半か2時間ぐらい炊きを上げて、その頭とか背骨とか使うんですが、げんこつ一種類しか使ってないです。それは創業当時から変わらない。変わらないです。それから難しいです。やっぱり旨味が出るのが遅いですし、ここがトランさん。あー、すごい。僕で4代目ですね。今年で80周年、魚卵亭の名前だけで言えばですね、もともと八幡の方で料亭だったんです。だからスープの鶏ガラだったりとかがかなり繊細ですね。だから臭みとか雑味とかがない。ちょっとない。なんでそう愛情たっぷり。ここでちょっと寄り道、福岡のお土産に一押しのお店を紹介します。昭和17年創業、博多の老舗洋菓子店として不動の人気を誇る名店です。店内はいつもすごいにぎわいです。毎日お店で手作りされる自慢のチョコレートをはじめ、ケーキや焼き菓子、季節限定のスイーツなどバリエーションは非常に豊富。そして何を食べても絶品です。
ラーメンを食べた後ってなぜか無性にソフトクリームが食べたくなるんですよね。こちらは夏季限定の生チョコソフトクリーム。うまっ。もうチョコレートが全然違う。濃厚な生チョコレートは口どけ最高。滑らかでクリーミー、これはたまりません。こちらはチョコレートショップの看板商品、生チョコレート博多の石畳です。これが最強に美味しいです。濃厚、ねっとりです。ねっとり濃厚チョコ。この滑らかな口どけが忘れられず、毎回必ず買って帰ります。さらにもう一つ、福岡でおすすめのお土産はこちら、ファミリーマートにあるご当地カップラーメン魚卵亭さんはもちろん、こちらの福ちゃんもラオタ大歓喜の名店です。通販では買えないので、福岡に来たらぜひ買ってみてください。それでは皆さん、今回の KT イーツ福岡濃厚ラーメン5選はいかがだったでしょうか。美味しそうだなぁと思ってくれた方はぜひ高評価を。濃厚ラーメン店は大将もこってり濃厚バイと思った方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。